やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KZZS10 Pro X。KZ は、2020年頃まで、低価格市場を荒らし回った、超低価格ハイブリッドブランドの爆心地みたいなブランド。色々あって、最近は超マルチハイブリッドをあんまり出してなかったけど、久しぶりに出てきたのが、この ZS10 Pro X。名前の元になった、原型の ZS10 Pro は、2019年発売の、5ドライバーイヤホン。X シリーズは、KZ の評判の良かったモデルを再設計したシリーズで、ここまでに高評価の ZS トクスと ZSN Pro X がリリースされてるな。ZS トクスは、搭載されているダイナミックドライバが大きく新世代に更新され、音としては別物になっていたり、ZSN Pro X は、あくまで同じ部材のままアップグレードしてたりで、とにかく現行水準に過去モデルを引き上げたシリーズ、と思っていい。で、今回の ZS10 Pro X はというと、これ、実は ZS10 Pro ベースじゃない。というのも、この ZS10 Pro、ドライバの配置、ボディの内部構造、そして、使われているドライバの型番をチェックするとわかるんだけど、実は、2世代後のモデル、現在 KZ のハイブリッドの中でフラグシップ級に位置する、8ドライバの ZAX から、BA ドライバを削減したような設計になってるんだ。とはいえ、フェイスプレートは心臓だったり、しっかりと5ドライバに最適化された設計なので、出てきた音を聞いて、BA ぶっこ抜いちゃいました。だけで終わってないのはわかるぞ。ZS10 Pro X の特徴は、KZ 系のイヤホンがよくやる、ノズル内に1発の BA ドライバが搭載されていないこと。ノズル内、つまり一番鼓膜に近い位置にある BA ドライバの音色は、一番強調されるので、そこに本体内の BA ドライバがアシストするような形の聞こえ方をするんだけど、今回の ZS10 Pro X の場合、その1台の BA ドライバが強調される印象がなく、高音域の印象が、ZS10 Pro 無印と結構異なる。ここが10 Pro X と10 Pro の違いだな。この高音域に1本メインの BA があるか否かが、他の KZ イヤホンと比べた時にも印象差を生んでいて、KZ 系 BA イヤホンの高音域に、妙なピークがある、と感じていた人には、この設計は、それらの余計な強調を感じず、かつ BA ドライバの力強い音色。つまり、KZ っぽさは残っているので、かなり良い印象に聞こえやすい仕上がりだ。このイヤホンを、近しいと思われる、ベースになった ZAX、および、ZS10 Pro 無印と比較したとき、ZS10 Pro に比べて、高音に主張がなく、ただ、BA ドライバらしい、金属音を力強く鳴らす部分は変わらない。ZAX はより開放度があるのか、チューニングのせいなのか、かなり抜け感が強く、バランスがより整っている、と感じるのは ZS10 Pro X や ZS10 Pro で、なおかつ、Pro X の方が、高音域全体に変な強調を感じない、といった塩梅だ。ただ、ドンシャリなので、相変わらず高音の強調自体は存在する。中音域に関しては、1台主張する BA が存在しない ZS10 Pro X が一番ナチュラルに聞こえる。KZ のイヤホン、ノズル内 BA を止めたらファンが増えるのでは？低音域に関しては、以前のものと同じダイナミックドライバー。低音をとにかく強調する、KZ 印の20磁気回路ダイナミックドライバーだ。とにかくサブベースが強烈で、かつベースはサブベースよりは抑えられているので、中低音のインパクトを求めている人には、ZS10 Pro や ZSN Pro などの世代は、もともとおすすめ。なので、その傾向を引き継いでいる、ZS10 Pro X もおすすめだ。ZAX は背面開放のせいか、ZS10 Pro 系ほど低音圧がないので、低音で選ぶなら ZS10 Pro X だな。構造的には ZAX ベースなんだけど、開放度は ZS10 Pro なので、これらの中間かつ、BA ドライバ配置が異なるせいで、高音域の聞こえ方が違う、という、兄弟機、だけど聞き比べたら体感できるレベルの兄弟機。そんな位置づけのイヤホンだと思う。ZS10 Pro とは結構異なる音色なので、ZS10 Pro をすでに持っている。という人でも、大きく変化しない、という点を踏まえて揃えると、聞き比べがはかどるはずだ。個人的に、このイヤホンに近いモデルは、KZZSN Pro X、KZZS10 Pro、KZZAX、形状やデザインも近いので、余計にそう感じる。これらをそれぞれ特に重視するところでおすすめな機種をピックアップすると、一番わかりやすい音が好きな人は、ZSN Pro X がおすすめだ。BA ドライバが一発なので、音が整理されていて、かつ強烈な高低音が楽しめる。ZSN Pro X は、過去モデルに比べて品質向上で中音域もこなせるようになってるので、この最も安い ZSN Pro X でも、ほとんどの曲は聴くことができるぞ。
ZSN Pro X の爽快感を保ちつつ、音数を多くしたいなら、ZAX がおすすめだ。ドライバ点数が増えて、重くなりがちな音色を、外装の開放度とチューニングでむしろより強烈なメリハリのある音にしてる。ただし、抜けが良すぎて低音はこの中では一番少ない。ただ、この ZAX ですら低音は過剰、という人もいるけどな。これらの中間が欲しいなら、ZS10 Pro だろうか。密閉度が高めで低音が強く、中高音域あたりの情報量が ZSN Pro X より多くなってる。それでいて、ノズル内 BA のおかげで、高音には方向性がついてて、KZ 系の一番ちょうどいいバランス、となるとこいつだ。そして、ZS10 Pro より自然なのが欲しければ、ZS10 Pro X がおすすめ。無印 ZS10 Pro ほど高音に方向性がついていないが、しっかり聞き分けられる分離感と、ZS10 Pro 譲りの低音の衝撃が魅力だ。一見自然に聞こえるんだけど、KZ っぽい高低音力任せなところはそのまんまなので、とにかく強いイヤホンが欲しいけど、味付けはそんなにいらない人向けだな。さらに、ZS10 Pro X により音圧が欲しい人には、ZSX がおすすめだったり、より音圧が欲しい人には、ZAS がおすすめだったりする。すべて、近い方向で調整されたイヤホンなんだけど、いざそれぞれを見てみると、しっかりと個性があるわけだ。今回登場した ZS10 Pro X は、ノズルに BA がないおかげで、ZS10 Pro とは一味違ったイヤホンになっている。ZS10 Pro の代わりに買う、というよりは、X 型番ついてるけど、別物のバリエーション、と思って買うのをおすすめするぞ。こんなところだな。そうそう、こういう変更で音の違いを感じさせてくれるのが KZ のハイブリッドだと思うんだ。ただ、今回は ZS10 Pro X ではなくて、他の名前で出してもよかったかもなぁ、とちょっとだけ思っちゃう。ZS10 Max とか？Apple は中華イヤホンの命名法則に多大な影響を与えていったな。10 Pro X は、KZ のイヤホン好きな人がバリエーションを求めて買うか、1台目に買っても不満が出ないモデルだと思う。あとは価格が落ち着けば完璧だな。現状では、1000円ほど安い ZS10 Pro を選択する意義もあると思う。欲しい時に安いやつを買えばいいと思うぞ。といったところで今回はここまで。